こんにちは。今日はあの世に行った人たちから学ぶ、この世の生き方今のあなたの人生を有意義なものに変えるヒントという本をご紹介します。この本は、少し不思議で哲学的なテーマを扱っているものの、非常に実用的で日常に役立つ内容が詰まっています。著者は、亡くなった人々が残したメッセージや教訓を通じて、私たちが今どう生きるべきかというヒントを提供しています。まず、この本の中心的なテーマは、死を見つめることで、生をより豊かにするというものです。死というテーマは、多くの人にとって避けたい話題かもしれませんが、この本はあえてその避けがたい現実を正面から捉え、私たちが人生をどう生きるべきかを考えさせてくれます。著者は、死を意識することで、今をどう生きるかが明確になると主張しており、これは古くからの哲学的な問いでもあります。本書では、あの世に行った人たちが残した言葉や体験談をもとに、死後の世界に関する洞察を示しつつ、私たちが生きる意味や目的を再確認するよう促しています。そのメッセージは、単に死後の世界についての考察ではなく、今この瞬間をどう過ごすかを深く考えさせられるものです。本書の最初の章では、人生の終わりを意識することの重要性が語られます。著者は、死を考えることが生き方を再評価するきっかけになると説いています。日常生活において、私たちはつい目の前の仕事や人間関係に追われ、自分の人生全体を俯瞰する時間を持たずに過ごしてしまいがちです。しかし、この本が強調するのは、人生は有限であり、その終わりを意識することこそが、日々の選択を意味あるものに変えるという視点です。例えば、著者は今、この瞬間をどう使うかという問いを投げかけます。死を意識することで、私たちは何が本当に重要で、何を優先すべきかを再考するようになります。例えば、些細なことに悩んでいる時間や無駄にしている時間が、実際にはどれだけ貴重なものかに気づくことができるのです。続いて、愛する人との関係の見直しについても本書は触れています。死を間近に感じるとき、人はどのような後悔を抱くのか？多くの人が、仕事の成功や物質的な豊かさではなく、愛する人たちとの時間や関係性をもっと大切にすればよかったと感じると言います。このメッセージは、現代社会に生きる私たちが、日々の忙しさの中で忘れがちな人間関係の大切さを改めて思い起こさせます。この本は、愛する人とのコミュニケーションをより良いものにするために、日々の会話や時間の使い方を見直すことを勧めています。特に、最後の瞬間を迎える前に大切な人たちに伝えるべき言葉、感謝や愛の気持ちを惜しまず伝えることの重要性が語られます。本書のもう一つの大きなテーマは執着からの解放です。多くの人が、生きている間に物質的な成功や社会的なステータスに執着します。しかし、死後の世界を意識した時に、本当に大切なものが何かに気づくという話が数多く紹介されています。執着心が強すぎると、人生を楽しむことや心の自由を奪われてしまうという教訓です。著者は、成功や富を追求すること自体は悪いことではないとしつつも、それにとらわれすぎることで見失ってしまう本当の豊かさについて述べています。例えば、死を前にした人々が語るもっと自分らしく生きればよかった他人の期待に応えすぎて、自分の人生を生きられなかったという後悔の言葉は、私たちにとって強いメッセージです。次に紹介するのは今この瞬間を大切にするというメッセージです。これは、古今東西の哲学者や宗教家が繰り返し語ってきたテーマですが、本書ではその意味がより具体的に描かれています。例えば、過去に対する後悔や未来に対する不安は、今を生きることを難しくさせます。しかし、死を意識すると、私たちは自然と今しかないことに気づくのです。特に、本書に登場する今を生きることが最も重要な選択だという考え方は、現代の忙しい生活の中で、私たちが忘れがちな価値観を思い出させてくれます。日々の選択や行動に対して意識的になり、無駄なことに時間を費やすのではなく、より有意義な選択をしていくことが、結果的に幸せな人生をもたらすというのが本書の大きな教訓の一つです。さらに他者に与えることの重要性も本書で強調されています。死後の世界に行った人々が語るのは、いかに他者に良い影響を与えられたか、ということです。自分のためだけに生きるのではなく、他者のために生き、周りの人々にどれだけ良い影響を与えられたかが、人生の満足度を決定するという考え方です。これは、自己中心的な価値観が強い現代において、非常に示唆に富んだメッセージです。このように、今この瞬間をどう生きるか愛する人とどう関わるか執着を手放し、自分らしく生きることなど、この本は私たちに多くの気づきを与えてくれます。そして、死後の世界に行った人々からの教訓を通じて、人生をより有意義に過ごすためのヒントが満載です。これまでご紹介してきたように、あの世に行った人たちから学ぶ、この世の生き方は、
死を見つめることを通じて、今をどう生きるかを考えさせてくれる非常に深い内容の本です。しかし、ここで取り上げられているのは、単なる哲学的な問いだけではありません。この本が伝えたいのは、人生における具体的な行動や、日々の過ごし方に直結する実践的なアドバイスです。特に感謝の力についての章は、私たちの日常生活にすぐに取り入れられるものです。感謝の気持ちを持つことは、よく言われることですが、この本では感謝がどれだけ私たちの心を豊かにし、人生をポジティブに変えるかが具体的に示されています。多くの人が人生の最後に感じる後悔の一つに、もっと感謝を伝えればよかったというものがあります。私たちはつい、感謝すべき瞬間を見逃してしまいがちです。しかし、日々の中で感謝の気持ちを積極的に表現することで、人間関係が深まり、人生の満足度が高まると著者は述べています。また、他者に与えることの重要性も、この本の中心的なメッセージの一つです。現代社会では、競争が激しく、個人の成功や物質的な豊かさに焦点が当てられがちです。しかし、この本では、他者に与えることが自分自身の幸せにつながるという逆説的な教えが繰り返されています。亡くなった人々が共通して抱く後悔の一つに、もっと他人のために何かをすればよかったというものがあります。これは、自己中心的な生き方が最終的には虚しさを生み出し、他者への貢献こそが本当の充実感をもたらすというメッセージです。特に、著者が強調しているのは小さな行動の積み重ねです。他者に与えると聞くと、大きなことをしなければならないというプレッシャーを感じるかもしれませんが、実際には小さな親切や心遣いが他者との関係を豊かにし、結果的に自分の人生をも豊かにするのです。日々の中でのちょっとした親切、思いやりのある言葉、そういった小さな行動が、長い目で見れば大きな幸福をもたらすという考え方です。さらに、この本では執着を手放すというテーマも取り上げられています。私たちはしばしば、成功や物質的な豊かさに執着しすぎるあまり、本当に大切なものを見失ってしまうことがあります。しかし、死を意識すると、そうした物質的なものがいかに一時的なものであるかに気づくのです。本書で語られているように、多くの人が死の間際に後悔するのは、物質的な成功や富ではなく、もっと自由に、自分らしく生きればよかったということです。執着を手放すことは簡単なことではありませんが、この本ではそのための具体的な方法も紹介されています。例えば、自分の価値観を再確認するというステップが推奨されています。何に執着し、何が本当に大切かを見直すことで、私たちはより自由に、そしてより満足のいく人生を送ることができるのです。死を見つめることは、執着を手放し、心の自由を手に入れるための一つの手段とも言えるでしょう。本書が最も強く伝えたいメッセージの一つは、今を大切に生きることです。多くの人が、過去の後悔や未来への不安にとらわれてしまい、今この瞬間を見失っています。しかし、死というテーマを意識することで、私たちは自然と今しかないという現実に気づくことができます。著者は、人生は今の積み重ねであると語り、未来を気にしすぎるのではなく、今ここに集中することの重要性を繰り返し強調しています。今を大切に生きるというメッセージは、私たちに新たな視点を提供してくれます。特に、忙しい現代社会では、未来の目標や成果にばかり目を向けがちです。しかし、今この瞬間を充実させることが、結果的に未来の成功にもつながるという考え方です。この本を読むことで、私たちは未来のために生きるのではなく、今をどう生きるかを再考する機会を得られるのです。最後に、この本を通じて学べるもう一つの大切な教訓は、自分自身を許すことです。多くの人が、人生の最後にもっと自分に優しくすればよかったと感じると言います。私たちは、つい自分に厳しくなりすぎたり、完璧を追求しすぎたりすることがあります。しかし、死を意識することで、自分の限界を認め、許すことができるようになります。著者は、自分を許すことで初めて、他者にも優しくなれると述べています。自分に厳しすぎると、他人にも同じように厳しくなり、結果的に人間関係がギクシャクしてしまいます。しかし、自分に対して優しさを持つことで、他者にも自然と寛容になり、より良い関係を築くことができるのです。もしこの本に少しでも興味を持ったなら、ぜひ一度手に取ってみてください。この本は、人生の最後に何を感じ、何を学べるのかを通じて、今この瞬間をどう生きるかを深く考えさせてくれます。あなたの人生をより充実させるためのヒントが、この一冊に詰まっています。死を恐れるのではなく、死から学び、今をより豊かに生きるための力を手に入れましょう。この本は、あなたの人生に新たな気づきを与えること間違いありません。今この瞬間を大切にし、あなたらしい生き方を見つけるために、
ぜひこの本を手に取ってください。